はい、皆さん、こんにちは。コーヒーサムライです。今日はですね、もう見切れてますけども、とあるメーカーさんに遊びに来させていただきました。いやー、ここで、初めて実は来るんですけど、私昔からね、結構使ってた、もう電気ケトルとか、ドリッパーとかね、もういろいろ使っております。でね、生活用品のものとかで、コーヒーに特化したね、雑貨もすごいスピードでね、こう開発をしている、こちらのエペヨさんのショールームに、今日はね、突撃訪問をしたいと思います。コーヒーサムライチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは皆様ご唱和ください。コーヒーは自由だ行ってみよう。まず失礼いたします。よろしくお願いいたしよろます。しくお願いします。エペイオスの駒崎さんでございはい、ます。僕が言っちゃってよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、こちら初めてエペイオスさんのこのショールームにね、はい。来させていただきまして、新しい新商品のドリッパーとかね、この間私やりましたけども、あとキスカップですね、これデザインが良くって、で、今日はね、この、せっかくショールーム来たので、各ね、商品をご紹介していこうと、店員さんどうも。どうも、すいません。じゃあドリップお願いします。です。従業員さんですかね。アルバイト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 さんということで。誰かにちょっと、脇山っていいです。言っちゃってんじゃん。今日はですね、クラシとコーヒーさんも、一緒に来て、いろんなね、濃い話をした後に私が今回ここをね、撮っております。ありがとうございます。後ほど。すいません。よろしくお願いします。聞き直しで。でね、エペイオスさんは、本当にね、いろんなものをこう作られてるんですよね。そうですね。コーヒー系が結構メインなんですけれども、はい。調理家電であったりとか、あと生活家電であったりとか、基本的にお家周りに携わるものっていうところをプロデュースしてます。はい。すごいですね。で、コーヒーにすごい特化されて、とにかくこの電気ケトルはい。のこの種類がものすごく豊富で。そうですね。結構出しちゃってますね。ですね。はい。最初の一番ベーシックなはい。ケトルはい。が出た時は正直私は衝撃的でした。ありがとうございます。一度ごとにね、調節できて、で、ドリップにも特化したノズルと。そこがね、やっぱすごかったんですよね。で、これベーシックですね、一番ね。ははい。い。私ね、このモデル大好きなんですよ。僕もこのモデルが結構一番好きで。この北斎の。波浦っぽい。ぽい。ぽい。ね、いいっすよね。これね、なんか、日本って感じで。そうですね。はい。結構僕はこれの出動率が多いですね、最近は。やっぱ使っててこう、上がるっていう、デザインもね、やっぱいいかなと。はい。ありがとうございます。で、この電気ケトルなんですけど、先ほどのベーシックから始まって、もういろんな種類が今出てるはいんですよね。そうですね。なんで、ちょっとよろしければ一個ずつ特徴的なものを教えていただけると。はい。そうですね。そしたら、一番最初に発売したこのベーシックモデルからがいいですかね。はい。もう本当に当時発売した時に、我々が、何でしょう、究極のケトル。もうこれさえ買っておけば、初心者の方も、レベルアップした後でもずっと使えるようなケトルを作ろうってところから開発がした製品で、容量は 900ml。コーヒーにも使えますし、もちろん日常使いにも使いやすいようなサイズ感になっています。で、ノズルの方も、基本的には、リーチは少し短め。ドリップするときに、コントロールがしやすいような形状にしていて、太さに関しても、こちらは 9mm ですね。なので、細流もできるし、ちょっと太く、注ぐこともできるコントロール性のいいようなケトルがこちらになっています。いいですよね。スピード感もやっぱり持ってドリップしたいっていうスタイルの方もいるので、やっぱそういった時はやっぱベーシックの方が結構僕はいいかなとは思います。そうですね。クラシとコーヒーのボクさんが。できるできる。これができるかできないかみたいな。エペオススタイルですよね。いいっすよね。この太さでもこれができるんですよね。どなたでも真下に注ぎやすいっていうところを表現する上で、イメージを作らせていただいて。これが電気ケトルですからね。はい。要は、ドリップポットっていうのはここまで結構やっぱ、シがされてたんですけど、電気ケトルでこれができるっていうのがまたすごいんですよね。そうですね。ちょっと発売当時、ちょっと我々もいろんなケトル広めさせていただいて、でこういったケトルとしての素性の良さを兼ね備えていながら、ちょっと電気ケトルとしての利便性、どちらも、なんでしょう、パーフェクトに育ったものっていうのがなかったので、我々ちょっとチャレンジしようかなっていうところで、満を持してですね、
開発したのがこちらの製品になります。で、やっぱり私はこのベーシックも好きなんですけど、やっぱりラックスというタイプが、ものすごくやりやすくて、すごい好きなんですよね。そうですね。ラックスに関しては、もう本当に今ご覧いただいたオリジナルモデルでいただいたフィードバックを元に再設計したモデルになってまして、バリスタチャンピオンでもある井崎秀則さんと一緒に開発して、コーヒーに本当にフォーカスして、作り上げたのがラックス600というモデル、こちらですね。はい。これ本当に新商品ですもんね、これね。そうですね。このカラーは特にブラックは最近ようやく出たばっかりで、そうですよね。いろんなお客様から早く普通のブラック出さないのかって言われてたんですけども、ようやく出てきたのが、こちらで。すごいんですよ。この、なんでしょう、この細さというか。ケトルでここまで昇華してるのはすごいので。コーヒーによりフォーカスして使いやすいように600ミリになったりであったりとか。はい。で、ノズルに関しても、もともとオリジナルがちょっと短めにリーチを作っていたので、それがドリップするときに、ドリッパーに当たるよっていう声も多かったので、よりリーチも長く、かつコントロール、裁流でしやすいように細く6ミリのノズルの太さにしながら、はい、このモデルを作り上げています。なるほど。はい。やっぱりね、このリーチの長さって意外とね、こだわる方いるんですよね。その、ドリップにカンカンっていうのがね、そうですね。になっちゃうっていう。はい。好き好きにはなってしまうかと思うんですけど、僕は結構真下に落としやすいオリジナルモデルも好きですし、ただドリッパーにも当たりにくく、よりコントロール性が上がったっていうところで評価が高いのがこちらのラックス600ですね。そうなんですよね。はい、これがもう電気ケトルで選べるっていうところが、僕はすごいメーカーさんだなと思います。ラックス900こちらですね。ラックス900、これあれですよね。色が。そうですね。変わるモデル。600でもあるんですけれども、温度によって、より塗装にこだわろうっていうところで、ちょっと開発が遅れてしまったんですよね。逆にこっちの方が早く。先にそうですね、こちらを出して、で、より、なんでしょう、無地のタイプに関しては、もう本当にそのまま見たときに、例えば塗装の深さであったりとか、ツヤ感、そういったときに所有欲を満たすようなところを、よりグレードアップしたいというところで結構調整がかかってしまって、なので、最終的にこのケトルに関しては、ツヤ感を出すために、車と同じ塗装の工程、はい、3層の工程、コーティングしてまして、なので独特のツヤ感もあるし、ちょっと深みだったりとか、黒に関してもちょっとラメっぽさがあったりとか、そういったようなところを表現したくて、時間がかかりすぎてしまったっていうのがこちらのラックスの600のノーマルカラーですね。普通の、ベーシックな塗装のモデルと、やっぱりラックスのこの塗装を比べると、どうしても違いが出てくる。なるほどね。はい。変わってる色が。と言ってる間に色が変わってきましたよ。そうですね。温度によって、表情が変わる加工を施してまして、この塗装に関してはラックス600のジャングルとドットっていうカラーでも採用してるんですけれども、やっぱりコーヒーを楽しむっていうところで、人の感覚に関わるところなので、何か沸かすときに喜んでいただいたりとか、なんか気分が上がるようなことを提案したいなっていうところからこの加工を使っています。もともとのそのエペオスさんまだ知らない方、何がこの電気ケトルがすごいのかっていうところって、ちょっとね、やりますと、このダイヤルでね、これ回るんですよ。ちょっといじっちゃった。いいか。この温度がね、一度ずつこのダイヤルでこうピッピッピッって回るっていうのがおしゃれですよね、すごくね。はい。で、今これ沸かしてるんですけど、例えばこれをピッと押すと、保温というか、戻してくれる機能なんかもついてたりしますね。そうです。いやもう本当電気ケトルでは本当今エペオスさんすごくね、こういろんなものが選べて、すごいね、もうバラエティ豊かでいいですよね。数一番出るのが一番そうですね、ライトモデルっていうのがあるんですけど、はい。これベースが違うね。ライト版はこちらのベースになるんですけど。ライト版、もうエントリーモデルですね。そうですね。こちらに関してはもともとオリジナルが1万円ちょいっていうところで超えてたところを、より手に入れやすい価格にしようというところで開発したのがこちらの製品で、ケトルの容量っていうのはオリジナルとは変わらないんですけれども、若干ノズルの形状であったりとか、あとベース部分の機能性っていうところを変えて販売しているのが
こちらのモデルです。まあ、基本的なことはできるってことですもんね、でもね。そうですね。細かいところで言えば、例えば、先ほどご紹介いただいたような温度調整がダイヤルでできなくなっていてタッチ式になったりとか、あとはタイマー機能が廃止されてたりだったりとか、まあ、ミニマムに使える機能だけを残しているのがこちらですね。まあね、まずその導入というか、手に届けやすい価格で、まあもう基本的なものは全部取り揃えているっていうのはね、すごくいいですよね、このライトというのは。そうですね。で、オリジナルモデルに比べても、ノズルの太さは同じなんですけど、若干リーチを長くしているので、そういった意味でも、例えば注いでる時により当たりにくくはなってたり、そういったところで、差別化は取れてます。まあ、好みになるかとは思うんですけれども、基本的にあまり温度変えないよとか、細かくそんな激しく上下させないよっていう方であれば、ライトでも全然ご満足いただけるかと思います。いや、そうなんですよね。やっぱりコーヒーも、やっぱりライトユーザーさんっていうか、っていう方もたくさんいらっしゃって、でも便利なものが欲しいってなった時は選択肢にこれ入るかなと思います。僕は結構ね、好きなのは電気ケトル以外にもたくさん出していて、もう綺麗なこのキスカップというやつですね。これね、結構私も愛用して、ありがとうございます。可愛くて、よく私のショート動画では結構出現率が高いカップでございます。結構そうですね、テイスティング用にも使えますし、結構キャンプやられる方はこちらでお酒楽しんだりとか。日本酒飲めるかな、これ。そうなんですよ。日本酒とかちょっと強めのお酒にちょうどいいサイズだったり、まあおちょこぐらいのサイズなので。歯ブラシ。バイトさんがちょっと、これ、音声ここ行くんで。そっか、ちょっと待って。いや、いいよ。これね、僕おすすめしたいんですけど、愛用しておりまして、どんな魔法かわかんないですけど、190日間充電しなくていいっていう。そうですね、約半年、180日間ですね。気持ち悪いでしょ？自家発電してんのかなっていうぐらい、謎の機能が。でもこの歯ブラシはすごい売れてるんですよね。そうですね。今累計で24万ぐらいは売れてるかな。もともと僕、結構する値段の電動歯ブラシ使ってたんですけど、もう全然これでいいじゃんっていう。体感したことがない振動の仕方するんですよ。何これみたいな。なんか結構高周波ですよね。ケトルもそうなんですけど、まあちょっと業界に今までなかったようなアイデアとか技術を投入していいものを作ろうよっていうところで開発をしているので、まあ本当にこのモデル、まあ6000円ぐらいなんですけれども。安すぎません？安すぎますよね。6000円 ?6000 円ぐらいなんですけれども、まあバッテリーが本当に1回充電すれば半年ぐらい持ったりとか、あとはまあブラッシング能力に関しても、家電の専門メディア様でも、これが結構一番磨けるよねってご指示ご評価いただいたりであったり。だからですね、まさしくそのコーヒーのステイン取りにぜひ。コーヒー文脈で売ればいいのにって僕すごい思ってるんですけどね。まだまだちょっと後発ブランドなので、何かちょっと尖ったスペックだったりとか、何かちょっとね、市場で一番になれるようなところっていうのを目指してるので、こういった歯ブラシもそうですし、このシーズンだとボマオフなんかもすごい売れたりとか、いろいろ暮らし周りの面白いものを展開しているので。なるほどね。ありがとうございました。もう、このショールームが本当いろんなものがあって、非常にね、楽しい。機会を与えていただいて、ありがとうございました。この後じゃあ、クラシとコーヒーさんの、エペイオスさん潜入編で、コーヒーを実際に入れてくれるということなので、そこはね、コーヒーのプロにちょっとお任せしようかなと思います。本日の動画いかがだったでしょうか？いいねと思っていただいた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では、いつもの振りで締めたいと思います。それでは皆様ご唱和ください。コーヒーは自由だ！ありがとうございました。